Hello 皆さんこんにちは。ヴィーガナリーです。今日はヴィーガンとしての周りの人とのコミュニケーションの仕方、そしてなんでここまでヴィーガンとしてのコミュニケーションが難しいのか、メカニズムについてもお話ししたいと思います。そのメカニズムを知ることによって自分だけがコミュニケーションが下手だからこんなに辛い思いをしてるんじゃないんだっていうふうに気づいてもらって、ちょっとでも心が軽くなるといいなと思ってます。最近日本でもヴィーガンになる方がどんどん増えてると思います。ヴィーガンになると多分まず最初に直面する問題の一つが他の人とのコミュニケーションの仕方ですよね。それについてかなりインスタグラムとかメールで相談をいただくことが増えてきました。なので今回はヴィーガンとしてヴィーガンではない他の人たちとどうしたらうまくコミュニケーションができるか、伝え方についてお話ししたいと思います。まず皆さんに覚えておいていただきたいのが、ヴィーガンはみんなコミュニケーションで苦労しているということです。だから決してあなた一人ではありません。そんな中でも他の人たちとコミュニケーションする中で効果的な方法がたくさんあるので、今回の動画でご紹介したいと思います。まずはこちらの動画でもご紹介したし、インスタライブでも何度かお話しさせていただいている内容なんですけれども、バケツのお話をしたいと思います。こちらもドクターメラニー・ジョイの例え話をお借りすることになるのですが、ヴィーガンとしてヴィーガンではない人とコミュニケーションしている時に相手の人をバケツだと思ってみましょう。そしてその人のバケツが水でいっぱいになった時が、その人がヴィーガンになる時、なる決断をする時というふうに考えてみましょう。今その人とお話ししている私には、その人の水のレベルがどこまでいっぱいになっているのかは分かりません。もしかしたらヴィーガンという言葉を初めて聞いた人かもしれませんし、もうかなり興味があってあと一歩でヴィーガンになるっていう人かもしれません。だから私がお話ししている内容はその人のバケツの水の一滴目になったのか、それとも最後の一滴になるのか、途中の一滴になるのかは私には分かりません。なので決して自分一人でその人のバケツのお水をいっぱいにしようと思わないでください。多分自分がヴィーガンになった経緯、プロセスを思い出してもらっても分かるように、多分一人の話を聞いていきなりその場でヴィーガンになろうって思った人は少なくて、いろんなことが積み重なってヴィーガンになるっていう決断をしたのではないでしょうか。だから今自分がお話ししている相手もその場でその時にその人をヴィーガンにしようっていう風に思うのではなくて、その人のバケツの一滴に自分がなれればいいっていう風に思ってもらえると、かなり肩の荷が下りるのではないでしょうか。私も実際ヴィーガンになるまで1年ぐらい時間がかかったし、その間に動物への不正義、暴力を目にしたこともあるし、美味しいヴィーガン料理を食べたっていう経験もあるし、ヴィーガンを楽しそうにやってる人の生活を見たっていうのもあるし、いろんなことが積み重なって結局ヴィーガンになろうっていう決断をしたので、いろんな発信の仕方、いろんな伝え方がミックスされてその人のバケツがいっぱいになると思います。だから自分はその一滴、たった一滴になればいいんだということを覚えておくとかなり楽になると思います。そして次にトーンのお話をしたいと思います。これは結構ヴィーガンになって発信する側になると言われることだと思うんですけれども、動物に対する不正義、暴力に関してお話ししていると、そんなに怖いこと言っていたらヴィーガンは増えないよとか、もっと楽しくポジティブに伝えていかないと増えないよって言われてしまうこともあると思うし、逆に楽しくレシピを紹介している活動をしている人はもっとちゃんと動物への暴力とか搾取についてお話ししないとダメだよっていうふうに指摘されたりしてしまうと思うのですが、私はいろんなトーンがあっていいと思います。楽しいポジティブなトーンもあっていいと思うし、ちゃんと動物に対する暴力のお話をする悲しい怒っているようなトーンもあってもいいと思います。ただそこは自分の思い、心に誠実なメッセージの伝え方をすればいいと思います。もっと楽しくポジティブに伝えなきゃダメだよって言われたからって無理にそうする必要は全くないと思います。自分の思いや心に誠実なメッセージの伝え方はやはり一番信頼性があると思います。これもさっきのバケツのお話と一緒で、やはり一人の人がヴィーガンになるまでにはいろんなトーンのお話を聞いて、ポジティブなお話、ネガティブなお話、悲しいお話、怒りの感情に駆られるお話、いろんな感情、トーンがミックスされて最終的にヴィーガンになるのだと思います。だから自分が発信する際にどのトーンにするかは自分の思いに誠実にしていればいいと思います。次に自己防衛メカニズムについてお話しします。
多分ヴィーガンほとんどの人がこれは経験すると思うんですけれども、ヴィーガニズムに関してお話をしていると、相手の方が自己防衛モードに入ってしまって、もう会話に参加したくない、聞きたくないとか、逆に抵抗してきてしまったりアタックしてきてしまったりするような経験があると思います。これは自分がお肉を食べたり動物性の商品を消費することによって動物への不正義に加担しているんだという事実を指摘されて恥をかいてしまっているから自己防衛モードに入ってしまうんだと思います。人間の感情の中で恥というのはかなり強いもので、恥をかいたという思い出は長く尾を引いてしまいます。一旦相手がこの自己防衛モードに入ってしまうと、会話から引き下がってしまってもう聞く耳を持たなくなってしまうか、逆にかなり抵抗してきてアタックしてしまうか、どちらかになってしまうと思います。会話は実はその内容よりもその会話によって自分がどのような感情になったかという方が長く思い出に残ると言われています。なのでこのように一度恥をかいてしまった人はヴィーガンと話した経験から自分が恥をかいたというネガティブな感情の思い出が長く残ってしまいます。これを 100% 避けるのは難しいことだと思います。でもなるべくこのような状況に陥らないために一つコツがあります。それは相手に恥をかかせて気まずくさせてしまわないようになるべく自分の話にフォーカスするということです。自分が肉を食べていた時代のことをちゃんと忘れずに、自分はなんでその肉を食べていた状態からヴィーガンになったのか、そのストーリープロセスをシェアすることがとっても効果的だと思います。そして肉を食べるという行為がどれだけ暴力に加担しているかという事実よりも、自分がいかに動物に優しくしたいという価値観と一致した誠実な生き方ができるようになったかっていうお話をするといいと思います。次に認知的不協和のお話をしたいと思います。これはどういう意味かというと、人間は自分の価値観にそぐわない行動をしてしまった時に不快感を感じます。その感じてしまった不快感をなくすために2つチョイスがあります。1つ目は行動を変えること、その自分の価値観にそぐわない行動をやめること。2つ目はその行動をやめたくないからその行動に対する自分の意見見方を変えることです。残念ながら肉食が自然で当たり前と言われているこの社会ではこの2つ目の方が簡単なチョイスになります。動物への不正義、暴力に加担したくないという自分の価値観とお肉を食べるという行為、ここの2つの矛盾に対して生まれる不快感、これを感じた時に人は行動をやめるよりもその行動を正当化して自分の見方を変える方が簡単なチョイスになります。でもこれを意識的にしている人は少ないと思います。多分皆さん無意識に自分の行動を正当化しているんだと思います。ここでヴィーガンとして大事なのが、それを正当化する必要がないんだよ。実はヴィーガンという生き方があって自分の価値観に沿った誠実な生き方ができる、そういうチョイスがあるんですよということを提示する、それはヴィーガンにとってできる一つのことだと思います。そしてディベートについてここでお話したいと思うんですけれども、ディベーティングという言葉はある一つのトピックに対して2つの意見を持った人たちがディベートして最終的にはどちらかが勝つ、どちらかが負けるというのがディベーティングにあたると思うんですが、ヴィーガニズムに関してお話しするときはなるべくディベートは避けた方がいいと思います。なぜかというと、肉食をしている方がディベートして負けてしまった場合、その負けたっていう悔しい思い、恥をかかされたっていうその感情は長く長く尾を引いてしまってネガティブな思い出になってしまうからです。多分ヴィーガンになると、じゃあ植物の命はどうなんだとか、じゃあ野菜を育てる時に死んでしまう虫の命はどうなんだとか、本当にさまざまないろんなことを言われると思いますし、本当に本気で質問している人もいるし、嫌味で言ってくる人もいると思います。こういう時になるべく結局何を言われてもヴィーガニズムには答えがあるんですけれども、やはりディベートをして負けた人が出てしまうと嫌な思い出になってしまうので、どっちかが勝つ、どっちかが負けることを目的にするのでは決してなくて、相互理解、そしてお互いに敬意を表したダイアログをすることを目的とするのがいいと思います。そして英語でよくこの頃使われる safe space という言葉があるんですけれども、やはりディスカッションする際、お話をする際も
どちらにとってもセーフスペース、安全な場所であることがとても重要だと思います。何か意見を言ったからってすぐに批判されたりアタックされる場所ではなくて、お互いに理解を深め合える、それを目的とした安全な会話であることが望ましいと思います。次にジョークに対しての対応についてお話ししたいと思います。これもヴィーガンになると結構経験する人がいると思うんですけれども、ヴィーガンに対してちょっと嫌味なジョークを言ってくる人っていうのがどうしても現れてくると思います。そのジョークを言った人も悪気なく言った人も多いと思います。もし職場とか学校とかでそのようなジョークと言われてしまったりバカにされたりした時には、無理してそのジョークに付き合ったり笑う必要は決してないと思います。やはりヴィーガニズムは動物の命、動物の死、そして彼らに対する暴力という大変深刻な問題に反対する意味での生き方なので、そこに対してのジョークはやっぱり笑えないという気分の人もたくさんいると思うので、無理して笑う必要はないと思います。多分そのジョークを言った人も他のマイノリティの人たち、例えば LGBTQ の方々とか他の人種の人とか他の国籍の人とか、そういうマイノリティに対しては同じようなジョークは言わないと思います。ただヴィーガンはまだまだ新しい少数派なので、ジョークを言ってもいいんじゃないかっていうふうに感じてしまう人が多いんだと思います。イギリスで実際最近こんなニュースがありました。エシカルヴィーガンの権利は職場で守られるべきという判決が出ました。これによってエシカルヴィーガンに対する暴言や嫌がらせは人種差別とか性差別と同等にハラスメントとして判断されることになりました。日本ではこのような悪気のないジョークに加えて意識高い系という言葉がよく聞かれると思います。例えば動物不正義とか気候危機とか人種差別とか、いろんな社会の不正義に対して真面目に取り組んで活動されている人たちを意識高い系という一つの言葉でまとめてしまうことがよくあるように感じます。この言葉は不正義に対して真面目に行動して取り組んでいる人たちを小馬鹿にして行動していない人たちを正当化する、そんな言葉のように私は感じます。なのでもし意識高い系だからヴィーガンなんだねとかそんな風に言われてしまった時も、ちゃんと動物の不正義に対して真面目に取り組んだからこういう生活になったんだっていうことを説明すればいいと思います。ここで家族やパートナーとのコミュニケーションについてお話ししたいと思います。私に送られてくる相談も一番多いのが、家族に分かってもらえない、パートナーに理解してもらえないっていうのが一番多いです。これもヴィーガンみんなが共通して悩んでいることだっていうことをぜひ知ってほしいです。決して自分がコミュニケーションが下手だからこういう風になってしまったって思わないでほしくて、みんな難しいと思っていることなので、それをまず覚えておいていただきたいです。ヴィーガンとしてストリートアウトリーチといって日本でもたくさん行われている通行人の方にヴィーガニズムについてお話しする活動もありますが、実はたくさんの人が経験しているのが、家族やパートナーに対してヴィーガニズムについてお話しする方が通行人の全然知らない他人の人とお話しするよりもずっと難しいということです。これには理由があって、自分と関係が近ければ近いほどそれまでに築き上げてきた歴史というものがありますし、いきなり今日から自分はヴィーガンになるっていうふうに言われると、家族やパートナーとしてはこれまでの一緒にお肉を食べてきた思い出とか、そういうものがいきなり拒否、否定されたような気分になってしまうんだと思います。特に親の場合は肉を食べるように教育してきたという過去があるから、まるで自分が悪者にされているような感じになって罪悪感を感じるっていうところもあると思います。なので家族やパートナーとのコミュニケーションはとっても難しいです。でもこれまでお話ししてきたいろんな方法、コミュニケーションの方法は家族やパートナーにも当てはまると思います。だから決してあなた一人で家族に理解してもらおうと思わずに、バケツの一滴になれればいいっていうふうに思えばかなり気が楽になると思います。多分ヴィーガンになった側としては、なんでこんなに心優しくて思いやりがあって頭のいい私の家族、私のパートナーが理解してくれないんだろうっていう疑問に思ったりイライラしてしまったりするかもしれません。自分一人にヴィーガニズムについての説明の責任があると思わずに、一つ一つワンステップごとにコミュニケーションしていっていただければいいかなと思います。ここで家族とかパートナーとのコミュニケーションで大事だと思うのは、彼らが自分にとってどれだけ大切な存在であるかということを伝えるようにするということです。例えば家族とかパートナーとのディナーに
自分だけお肉は食べられないから別メニューをお願いしますとか、そういうお願いをするときに、決してこれは個人的にあなたと食事がしたくないわけではなくて、あなたと一緒に過ごせる時間はとっても私にとって大切ですということをちゃんと伝えるようにすると、相手の方も個人的な拒否とか拒絶のように捉えなくて済むと思います。そしてヴィーガンではない方にとっては、やはり何をしてあげたらいいのか、どうしたら私たちヴィーガンが安全な気持ちでディナーに来られるのかっていうのはわからないこともあると思うので、どうしてほしいのかはそこはクリアに説明する必要があると思います。例えば周りの人がお肉を食べていても気にならない人はちゃんとそこを伝えて、私だけヴィーガンメニューでお願いしますっていうふうに言えばいいし、やはりお肉に囲まれているだけでトラウマが戻ってきてしまって感情的にセーフスペースにいられなくなってしまうという人は、なんでそういう感情になってしまうのか説明して、どのような状況なら自分がセーフスペースにいられるのかということをクリアに説明するといいと思います。次に効果的な方法の一つとして共通点を見つけるということについてお話ししたいと思います。動物に対する暴力には加担したくないと思っている人がほとんどです。そこはヴィーガンの人も、そしてまだヴィーガンでない人も持っている大きな共通点だと思います。だから違いにフォーカスするのではなくて、そこの共通点にフォーカスを当てるとすごく効果的だと思います。そして賛同者を増やすというのを目的にしようというお話をしたいと思います。コミュニケーションの目的は相手をヴィーガンにするのではなくて、ヴィーガニズムに対する賛同者を増やしていくということを目的にするといいと思います。ヴィーガニズムに対して理解を示してくれて賛同してくれる、そんな人たちが増えれば増えるほど、彼らがヴィーガニズムをポジティブにまた他の人に伝えてくれて、どんどんヴィーガニズムが広まっていくと思います。以前の動画でもご紹介したんですけれども、味方のスペクトルというのをいつも頭に置いておくといいと思います。ヴィーガンとしては中立で興味を持ってくれている人たちにフォーカスすると効果的だと思います。ヴィーガニズムに全く反対してしまっている、日本語で言ういわゆるアンチの人たちに時間を費やすのではなくて、中立でこれからヴィーガンに興味を持ってくれるような人たちにフォーカスしていって、賛同者を増やしていく、スペクトルのこちらにヴィーガン側に一歩一歩動いてもらう、そこを目的にするといいんじゃないかなと思います。その際に動物に優しくしたいという価値観と一致したそんな生き方があるよっていうことを示すことによって、この人たちもどんどんヴィーガニズム側に一歩一歩動いてくれると思います。ここで以前も動画でご紹介した STS についてお話ししたいと思います。STS というのは PTSD に似ているんですけれども、 PTSD は暴力を受けた側が発症する心の症状なのに対して、 STS は暴力を目にしてしまった目撃者が受ける心の症状です。ヴィーガンになった方の多くは動物に対する暴力、不正義を目にしてヴィーガンになった人がほとんどだと思います。それを目にしてしまったことが実はトラウマになっていて、自分でも知らないうちに STS を発症している人が多くいます。自分が目撃した暴力に自分が何十年も加担してきてしまったという罪悪感も、この STS の発症の原因の一つとなっています。STS を発症すると、動物解放に向けて何かしなきゃという義務感、焦り、そして使命感に圧倒されてしまって、自分のキャパシティを超えた活動、発信をしてしまいます。それが続くとバーンアウト、燃え尽き症候群になってしまいます。そうならないようにも、どのようにこれを避けられるかについても以前お話ししたので、ぜひそちらも見てみてください。やはりこの社会で少数派として生きていくことは容易なことではないので、自分の心のケアも忘れずに行っていくのがとっても大切だと思います。効果的なコミュニケーションの一つとして聞き役になることがあります。ヴィーガンの人たちは話すのはうまいけど聞くのが下手だっていうふうによく言われています。ヴィーガンとして相手に伝えたいこと、事実、思いがいっぱいありすぎて喋ることに集中してしまうんだと思います。相手の方が今どのような思いなのかとか、どんな思いでまだお肉を食べてるのかとか、そっちに聞く耳を持つのを忘れてしまうことが多いんだと思います。相互理解を高めて、お互いにとってセーフスペースであるためにも、必ず聞く耳を持つのを忘れずに、相手の方の気持ちとか思いもちゃんと聞くといいと思います。ここで多分ヴィーガンたちの中では最も有名な効果的なコミュニケーションの仕方、ソクラテス問答法についてお話しします。ソクラテス問答法は
質問形式をたくさん使うことによって相手の方に自分で自分の結論に達してもらうという方法です。人間はこうしなさい、これはしちゃダメだよと言われて心から素直に従う人の方が少なく、やはり自分で考えて自分なりの結論に達してこそ納得してその結論を長く続けるのだと思います。ソクラテス問答法はヴィーガンとして事実とか真実を話し続けるのではなくて、逆に質問形式を使ってあなたはどう思いますか、これについてはどう思いますかというふうに会話を続けていくことによって相手の方が自分なりの結論に達するという方法です。これは自己防衛モードにならないようにするいい方法だと思います。そしてヴィーガンになると少数派であるゆえ、いろいろなことに対して説明を求められると思うんですけれども、例えば気候危機に関する知識では科学とか地理学とか本当にいろんな専門知識をその場で求められることが多いと思うし、多数派としての生き方をしていれば説明を求められないような本当に専門知識をヴィーガンとして生きてるから求められることが結構あると思います。で、ヴィーガンになったらすぐにこういう知識を全部持つことっていうのはどう考えても無理なことだし、もちろんみんないろいろ調べながら自分で知識をつけていくんだと思うんですけれども、誰かに本当に答えが知りたいという誠実な質問を受けて自分が答えを持ち合わせていなかった場合は全然知らないことに恥を感じる必要もないと思うし、私がこれまでやってきた方法は素直に私もそれは知らないからもしよかったら今一緒に調べてみないっていうふうに言って一緒にその場で調べてみます。そうすることによって自分の知識にもつながるし、その相手もその場で一緒に学ぶことができるし、逆にこちらから全部答えを知ってるよ、教えてあげるっていう感じでディベートに勝っていくよりも、その場で一緒に調べてみようっていう方がお互いに楽しい会話になるんじゃないかなとも思ってます。なぜヴィーガンとしてのコミュニケーションがここまで難しいかというのは、まず社会を大きな目で見てみることが必要だと思います。現在の社会は肉食をする文化が有力な社会だと思います。この肉食が当たり前とされているシステムのことをドクター・メラニー・ジョイの言葉を借りて言うとカーニズムが当たり前の社会ということになります。なのでここまで肉食をすることが当たり前、普通、自然とされている社会の中でそれ以外の生き方をするということはやはり少数派になってしまうわけで、当然理解をされにくい生き方になります。なので理解をされることは難しいのが当然というふうに覚えておいてください。歴史を振り返ってみると、例えば女性が選挙に参加できないことが当たり前だった時代もありますし、奴隷制度が当たり前だった社会や時代もありました。実際にこのような時代に女性の権利を訴えたり奴隷の解放運動をしていた人たちはヒステリックだとかセンチメンタリストだなどと呼ばれていました。だから現在肉食が当たり前の普通のこの社会で動物の権利を訴えるということはとっても少数派の理解されにくい生き方だということをまずは覚えておきましょう。この肉食が普通で自然で当たり前であるという社会の仕組みの中では、まるでヴィーガンたちだけが信念を持って生き方をチョイスした選択したというふうに思われがちですが、あまりにも自然で普通と思われている肉を食べるという行為、これも実際食べる選択をして行動しているわけで、ヴィーガンが肉を食べないという選択をしているのと同じです。例えば日本の多くの方が豚は食べるけど犬は食べないという選択を自らしていますよね。ここでヴィーガンとしてできることとしては、肉食をしている人たちにそれは選択の一つなんですよ、そして肉を食べないという選択も実はあるんですよという選択肢を提示する、示すだけでもかなり意味があることだと思います。なぜならそうやって選択肢がある、そして自分も選択をして肉を食べてきたんだっていうことに気づいて初めてそれ以外の選択をできるようになるからです。そしてよく言われるのがヴィーガンはトレンドなんじゃないかとか宗教みたいだっていうふうに言われることもあると思いますが、それは全く違って、これはれっきとした社会正義運動です。他の社会正義運動と比べてみても同じ原理でできています。他の動画でもたくさんお話ししてきたんですけれども、例えば女性が選挙に参加できるように権利を訴えてきた人たちの運動とか、奴隷を解放するための運動、ムーブメントを起こしてきた人たち、それと同じで今は私たちは動物への不正義に対して
反対している、そんなムーブメントを起こしています。その一員になるということがヴィーガンとして生きるということです。いろんな歴史上のムーブメントのリーダーと言われる人たちしか教科書に出てこないと思いますが、ムーブメントを作っているのはヴィーガン一人一人です。なので私たち一人一人の行動がこのムーブメントを作り出しているということを決して忘れないようにしていきたいと思います。皆さんはヴィーガンとしてコミュニケーションをどんな時難しいというふうに思うか、ぜひコメントで教えてください。他にも効果的なコミュニケーションの仕方とかアドバイスがあればぜひコメントで教えてください。これからもヴィーガニズムやエシカルライフスタイルについてロンドンから発信していきますので、もしよかったら登録してみてください。